こちらは前回自作したスピンドルサンダーです。スピンドルサンダーは中央のスピンドルが回転してサンディングする装置です。スピンドルは回転しながら上下に動きます。このスピンドルの上下運動は足踏み式の構造です。この仕組みのおかげで研磨効率が向上します。しかし、いざ作ってみたものの、やはり足踏み式の構造は使い勝手が悪いことが判明しました。また、天板に角度をつけられますが、実際には使い勝手が悪く、実用的ではないことも分かりました。天板が斜めになると単純に使いにくいのです。そして斜めに研磨する必要性もないことに気がつきました。このような一連の流れからスピンドルサンダーを作り直すことにしました。ただし、同時に作った拡張テーブルについては使い勝手が良いため、流用できるように設計することにします。拡張ジグについて説明します。これは平行な板材を作りたいときに使うジグです。板材の幅を一定に揃えたいときにも有効です。こちらはカンナのように凹凸を取り除くジグになります。電動の手押しガンナのように面を平らに整えることができます。こちらはスピンドルサンダーをドラムサンダーのように使うためのジグです。板厚の調整はテーブルの高さを変えることで行います。ここから新しいスピンドルサンダーの自作に移ります。スピンドルを回転させながら上下運動する機能を搭載しつつ、それらをすべて電動に置き換えることにします。エポキシ接着剤を塗布し、インサートナットを埋め込みます。インサートナットを埋め込むことで、通常のボルトで結合させることが可能になり、部品の着脱や位置調整が簡単になります。これはオイレスブッシュです。スピンドルの回転軸受けになります。ルーターで溝を作ると接合する部品の位置決めが楽になります。軸受けの芯を出すため、スピンドルの軸がスムーズに入るように部品を微調整します。しっかりとクランプして接着剤の固化を待ちます。接着剤が完全に固化してからクランプを外します。残りの部品を接着していきます。
タイミングプーリーを通します。大きなタイミングプーリーですが、3000円ほどであり、さほど高価な部品ではありません。軸受けのストッパーを組み込みます。これはスラストベアリングです。組み込む前にしっかりとグリスアップします。3D プリンターで作った部品です。こちらにベアリングを組み込み、リンケージを作ります。このモーターはギアが組み込まれているギアードモーターです。1分間に6、10回転するので、スピンドルの上下運動に最適なモーターです。このモーターに 3D プリンターで作ったモーターマウントを取り付けます。木工用のホールソーを使って円形部品を加工します。エポキシ接着剤で金属ピンを接着します。Amazon で見つけたカップリングを接着します。モーターにパーツを組み込みます。リンケージを組み込み、本体にネジ止めします。
これはスピンドル回転用のモーターです。3D プリンターで作ったモーターマウントを組み込みます。スピンドルの回転スイッチ、スピンドルの上下運動スイッチ、そして電源ジャックを組み込みます。モーターとスイッチ類をハンダ付けします。さて、電源を入れてみましょう。実際に動作するかわからなかったのですが、スムーズに動作していますね。スピンドルのリンケージもスムーズに動いています。さて、もう一つ心配だったことは、スピンドルの軸受けに入り込むダストです。サンディングペーパーの研磨剤が軸受けに入ると、軸受けが摩耗してしまいます。そこで、リニアガイド用のフェルトシールでダスト対策することにしました。テーブルトップはメンテナンスのために着脱できるように作りました。テーブルの中央にスペーサーを入れ、スピンドルの軸とテーブルの中心が合うように接着します。今回の動画で使ったバンブーラボの H2D です。この 3D プリンターで集塵機を取り付けるためのアダプターを出力しました。
ホールソーで円形パーツを作ります。アルミパイプに円形部品を接着してスピンドルを作ります。接着面積が大きいため、木工用の接着剤でも十分な接着強度があります。クランプでしっかりと圧着させます。この状態では、スピンドルの表面に凹凸があって、使い物になりません。こちらも 3D プリンターで作ったスピンドル切削ジグです。ルーターテーブルでスピンドルの面を切削します。スピンドルの面が滑らかになり、同時に芯ブレもなくなります。スピンドルに紙やすりを貼り付けます。接着剤を使うと取り外すことができませんから、両面テープで貼り付けました。シャフトに挿入し、ボルトで固定します。スピンドルサンダーが完成しました。スピンドルサンダーは、このような凹面のあるサンディングが得意な加工機です。回転パワーも十分で、スムーズにサンディングできます。欲を言えば、上下運動の量を調整できる機構があると良いかもしれません。スピンドルの交換も簡単にできる設計です。作業能率を考えて設計しました。
このような内径のサンディング加工もスピンドルサンダーが得意な形状です。スムーズにサンディングできますね。良いものができました。